海外の人が日本でする言動とかで嫌なことってありますか？電車の中で物を食べない。結構日本の方は心が優しくて、Hi guys, I'm Shun from Japan. Today I'm gonna interview with Japanese people about what people from overseas should not do in Japan. Let's go. 最近海外の方が日本によく来ると思うんですけど、その人たちにやめてほしいこととか嫌だなって思うことありますか？結構みんなマナーとかがいいのであんまりないです。ないよね。実際に海外の人とかいて、なんか喋ったりしたことってあります？一回だけあります。なんか電車の行き方を聞かれたんですけど英語わかんなくて答えられなかったです。みたいなのがあります。英語は苦手ですか？まあまあ得意っちゃ得意。話しかけるときに日本人って多分偏見なんですけど、英語を喋れない人が多いので、通訳とかで話しかけたら多分すぐ答えてくれたりする人多いと思います。Google 通そう訳アプリとか。とかで電車通訳なしで喋りかけるとってなっちゃうので、通訳で見せてくれれば多分大体の人が答えられると思います。海外の方の、気になる言動っていうか嫌いな言動とかってあったりします？狭い道とか歩いているときに、はい。向こうから2人が来るとするじゃないですか。で、こっちも2人で歩いてるとするじゃないですか。で、その時に、道を譲らずに、そのままバーって来て、こっちが 100% 譲らないといけないみたいなことは何回かあって、半々で譲ればいいのにっていう感じですね。逆に日本人の方とすれ違うときには、どういう感じになりますか？日本人だと。なんかみんなちょっとずつキュッてなるじゃないですか。はい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 。キュッてなって行くんで、そこら辺がちょっと譲ってほしいなみたいなところは、譲り合いの文化みたいなのあるじゃないですか。のはたまに感じます。なるほど。じゃあなんか、これも踏まえて、海外の方が日本で楽しむときに、なんかアドバイスとかあれば。いや、日本人合わせてくれるから、多分海外の人だなって思ったら、ある程度我慢してくれてると思うけど。別に今譲り合いとか言ったけど、気にせず歩いてほしい。なるほど。もう海外の方自由にしてもらって、もう自分たちが合わせる。日本人多分合わすと思う。なんか。それで別に不満になったりしないですか？一瞬だし、しょうがないかな。怒らない。怒らない。海外の人が日本でする言動とかで嫌なことってありますか？なんかこれはいい捉え方もできるし、悪い捉え方もできるんですけど、悪い捉え方で言うと、その電車のマナーだったりとか公共でのマナーっていうのに、やっぱ日本人の方って結構静かに乗られてるとか、マナー守られて乗ってる方が多いんですけど、そこでちょっと自分を出しすぎてるっていうところで、ちょっとうるさいなみたいな感じのことは思ったりすることあるんですけど、逆にそれがいい面っていうか、日本人ってあんまり自分を出さない面があるから、その他のあんまり迷惑にならない場所とか、そういうところではもっと自分を出していったらいいのかなって思います。私、仕事場が、病院とかなんですけど、外国人の方も入院して来られるんですけど、やっぱりプライベートの空間で仕切られてるけど、お部屋が。どうしてもお部屋で電話しちゃいけませんって言っても、もうすごいでかい声で電話しちゃったりとか、もしかしたらコミュニケーションでうまくいけてないっていうのもあると思うけど、合わせるっていうのが、海外の方でちょっと気になっちゃうかな。逆にちょっと被るとこもあるかもしれないですけど、日本で滞在だったり住まれる外国人の方に対してアドバイスみたいなことありますか？それこそ、東京とかって人が多いから、流れとか、その場を乱す電車だったりとか、バスだったりとか、そういうのっていうのは、マナーよく使っていただけたらなって思うし、僕も外国人の真似したいところもあるので、そこは参考にさせていただいて。外国人の方の好きなところってどういうところですか？なんかめちゃめちゃ初対面とかでも気さくに話しかけてくれるし、英語そんな全然わかる方じゃないけど、なんかジェスチャーとかですごい伝わるし、なんかそういうところってなんか外国人特有のめちゃめちゃいいところなのかなって思います。
結構外国の方いると、なんか、へーみたいな感じで、めっちゃ観光地とか行ってもなんか写真撮り合うだけでも、めっちゃ楽しくなるから、やっぱ日本人ってもう、人にあんまり、知らない人にあんまり話しかけたりはしないけど、そういうところでめっちゃ楽しいし、いいなって思うところで。日本にいらっしゃる海外の方の言動で、なんか気になることとか嫌なこととかってあります？あるまあ、ないんじゃない？日本は、だから、どこに行っても、親切な人が多いし、日本はいいとこなんで、安心して遊びに来てください。はい。嫌いな言動とかってあったりしますか？なんか列を割り込んで入ってきたりとか、順番を守らないとか、自分中心というか、なんかそういう風に動いてるのを見ると、結構日本の方は心が優しくて、なんか他人を尊重するみたいな考え方が強い気がするので、日本の風土に合わせていただければいいのかなと思います。たまに大きい声で話してる方とか、あーなんか結構電車公共の場では結構みんなしっかりマナー守るみたいなのが日本人よくあるっていうか、そうちゃんとしてるんですよ。優先席とか、他の席が全部満車で、その優先席だけ空いててもみんな立って、それは開けて過ごすとか、あと電車の中では電話しないとか、電車の中結構静かにっていう風潮が多いかもしれない。なるほど。まあ、ちょっと被るかもしれないですけど、それを踏まえてこう海外の方にアドバイスみたいな。あれば。その海外の方ってイメージですけど、しっかり自分を持ってるっていうか、自分を大切にしてるみたいなところが憧れでもあるし、素敵だなとも思うんですけど、日本は結構割と他人を尊重するとか、なんか周りの人を気遣うみたいな感じがするので、そうやって自分を持ちながらも周りの人に気遣わないとっていう感じはします。なるほど、なるほど。そういう公共の場でのルールとか守らないでいるとちょっと指摘されちゃったりして、本人も多分旅行とかできて楽しいのに落ち込んじゃったりするかもしれないので、そういうところはちょっと事前に調べたり、ちょっと周りの雰囲気を見たりして考えるのがいいなと思います。まあちょっと良くない言動とかって最近あったりします？ゴミを捨てない。この辺に。その辺にゴミを捨てる方は、やっぱり多いですね。外国人の。日本人って結構、携帯灰皿っていうのを持ってて、タバコ吸ったのはここに、ちゃんと灰皿の中に入れて自分で持って帰る。ということをしてますけど、結構、その辺座って、タバコ吸って、ポッてやって、よってやる方は、やっぱり外国人には多いです。で、あとは、こういうところではないけど、電車の中で物を食べない。電車に乗るときは降りる人が先。降りる人が全部降りてから乗ると。先にもう扉を開いてすぐに乗らない。それは、日本では守った方がいいと。あと、レジでお金を払うときに並ばない人多いね、やっぱり。並ぶ文化がないと思うので、そういうところだよね。ちゃんと並ぶ人は並ぶんだけど、並ぶことがわからない人がいるので、きちんと順番を守って、で、レジを通すと。日本に来る際はそういったマナーとかを気をつけてくれれば、まあ来てくださることはもう全然もちろん、はい、たくさん日本に来てください。はい。ちなみにこの皆さんの活動についてちょっとお話はい、いいですよ。紹介して。はい。ロックンロールの文化っていうのは、この原宿っていう地に昔からあって、日本は。原宿で日本のロックンロールが大きくなっていって、で、みんな地方に持ってってくれて、それが、まあ、少しずつなくなってったんだけど、まだここで、代々木公園のまだこの場所では、そのロックンロールが残ってますよと。頑張ってます。結構。ここに創設した時はまだ歩行者天国っていうのがあって、ここで何年にもローラー族っていうのがいて、はい、やったんですけど、もうそれ40年前で、はい、40年経った今も頑張ってます。第2、第4の日曜日はたくさんロックンローラーが来て、ここでパフォーマンスしてます。じゃあ最後にメッセージを海外の方に。日本にお越しの際は、原宿、東京、代々木パークへぜひ来てください。Thank you for watching this video.
Please pay attention to the advice that everyone has shared with us this time and enjoy your trip in Japan. Dari, Japan.